皆さんこんにちは。北海道日高地方の養蜂場からです。季節は前回の動画の時点から2週間進んで8月下旬になりました。今回の撮影を行った3日間の日中の天気は晴れ、気温は30度前後でした。相変わらず平地の草原はオオハンゴンソウの黄色で埋め尽くされています。ただし花の盛りはもう過ぎたようです。最も多くの花は若い時よりもしぼみかけた時の方がより多くの蜜を出すというのですからわからないものです。特に今年のオオハンゴンソウは雨不足の影響から8月中旬まではほとんど蜜を出さず養蜂家を心配させていました。しかしその後にややまとまった雨が降ってここに来て盛んに蜜を出し始めています。今回は巣の中に蓄えられた蜜を採蜜している様子を紹介しましょう。蓄えられた蜜が一定の濃度に達すると働き蜂が蝋で巣房に蜜蓋をかけますが、これがかかり始めるのが採蜜のタイミングです。この経営では採蜜を朝の6時から8時の間に行っています。昼になると濃度の低い新しい蜜を働き蜂がどんどんと運び込んでくるからです。また昼の採蜜は働き蜂の蜜を集める仕事を邪魔することにもなります。まず蜜の溜まった巣から蜂を払い落とさねばなりません。そこで巣枠の両耳を持って巣を巣門のあたりで上下に急激に揺さぶります。そうすると巣についている蜂が落下します。ただし出房したばかりの若い蜂はなかなか落ちないので、それをブラシを使って払い落とさなければなりません。蜂を払った巣は遠心分離機のところまで運ぶためにプラスチック製の容器の中に収納します。ところでこういう作業を行っているとどこからともなくスズメバチがやってきます。これはやってきたスズメバチを捕虫網で捕まえたところです。この写真はトラップの一種ですが、市販のネズミ捕り用粘着シートに弱ったスズメバチを貼っておきます。そうすると別のスズメバチが救援のためにやってきて粘着シートにかかります。なおこの経営では使われていませんが、巣から蜂を引き離すためには石炭酸を使ったり、あるいは脱法板という機材を使う方法もあります。ところで蜜がいっぱいに溜まった巣は大変に重たいものです。中には 2kg ぐらいになるものもあります。ですからこれを数枚入れた容器の総重量は 10kg 程度にもなります。そうこうしている間にも盛んにスズメバチがやってきて作業の邪魔をします。お見せしているのは前回は写真だけ紹介したスズメバチ用トラップの一つです。下が開口部になっていて、そこからスズメバチが侵入してきます。今ちょうど数頭のオオスズメバチがかかっているところです。トラップの入り口から入ってきて金網に止まったスズメバチは上に向かって歩いていく習性があります。トラップは3段重ねの部屋でできています。下の段の部屋から上の段の部屋へは簡単に行くことができますが、反対に上の段の部屋から下の段の部屋に行くことは困難です。それは一つには先ほど言ったスズメバチには上に向かって歩いて行く習性があるからです。また上の段の部屋への通路は下が広くて上が狭いロート状になっているからです。一番上の部屋までたどり着いたスズメバチがそこから逃げ出すことはまず無理です。なお小柄なミツバチはこの金網を通過することができます。ところでこの経営では採蜜を行う群の巣箱を2段重ねにしています。下の段は育虫室で、そこでは女王蜂が産卵を行い働き蜂が孵化した胞子を育てています。上段の継ぎ箱と下段の育虫室との間は隔王板で隔てられているので、女王蜂は上段に登ってゆくことができません。上段では産卵が行われず、そのため上段は貯蜜専用のスペースとしてリザーブされています。採蜜の対象になる巣はもっぱら上段の継ぎ箱の中にある巣です。
このように巣箱を2段重ねにすると、1段の時と比べて1群あたりの蜂の数が多くなり、その糞、集蜜力が高まります。働き蜂が花から集めてきた果蜜が巣の中で完全な蜂蜜になるためには、丸3日間が必要です。そのため、この経営では、余裕を見て、採蜜の間隔を5日間としています。ところで、巣門の前に、オオスズメバチの死骸が横たわっています。どうして、ここに、このようなものがあるのでしょうか。この点については、別の機会に考えてみたいと思います。採蜜の話を続けます。遠心分離機のそばまで運び込んだ巣には、蝋の蜜蓋が、かなりの面積にわたって、かけられています。この蜜蓋を、蜜刀という特殊な刃物を使って、切り落としていきます。蜜刀には、蜜蓋が刃にくっつくのを防ぐための、工夫が凝らされています。蜜刀を、下から上へと動かしながら、蜜蓋を、少しずつ切っていくのです。蜜蓋は、集めて精製すれば、良質な蜜蝋として使うことができます。蜜蓋を切る作業は、ご覧のように、結構手間のかかる作業です。では、蜜蓋がかかる前に、巣を遠心分離機にかけてはどうか、という考え方もありそうですが、蜜蓋のついてない巣に溜まっている蜜は、濃度の低い、不熟蜜です。不熟蜜は、発酵してしまう危険性があります。蜜蓋を取り除いたら、次に、巣を遠心分離機のカゴの中に入れます。遠心分離機には、固定式と転換式の区別がありますが、これは固定式です。固定式では、外側の片面を離蜜した後で、裏返してもう一方の別の面を離蜜しようとする際には、巣を一旦遠心分離機から取り出して、裏返す必要があります。なお、転換式の場合には、カゴを反転することによって、簡単に巣を裏返すことができます。また、ハンドルも、このように、横についているタイプのものと、心棒に直についているタイプのものと、2つの種類があります。分離機の遠心力は極めて強いものなので、さほど力を入れてハンドルを回さなくても、十分に離蜜することができます。あまり力を入れて回すと、今度は、巣を傷める危険性が出てきます。遠心分離機には、その他に、放射状分離機があり、さらに、モーター付きのものもあります。分離機の底の方についているバルブを開けると、溜まっていた蜂蜜が、下の容器の中に流れ込みます。得られた蜂蜜は、三越上後を使ってこされた後に、大型の瓶に、収められます。上後には、20の網がついています。目の粗い網では、巣の断片など、比較的大きなものを取り除き、さらに細かい網で、花粉など小さなものを取り除くのです。これは、蜜を取り終えて、空になった巣です。これを、また、収納ケースに詰めて、巣箱があるところまで運びます。前と違うのは、重量が、ぐんと軽くなっている点です。空になった巣を、巣箱に収めて、一連の流れは終了です。以上、採蜜についてでした。なお、最後に、野良西洋ミツバチのことについて、少し触れておきましょう。野良西洋ミツバチとは、何でしょうか。自然界から捕獲された西洋ミツバチの群のことを、私たちは、そう呼んでいるのです。これは、8月23日に、北条のそばで捕獲された分蜂群です。巣が2枚もあれば、全群を十分に収容できてしまうほどの小さな群ですが、立派に女王蜂もいます。どうして野良西洋ミツバチがいるのか、そしてその存在が意味していることは一体どういうことなのか。こうした点についても、今後、考えていきたいと思っているところです。今回は、ここまでです。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければ登録、高評価で応援していただけると嬉しいです。それでは次回またお会いする時まで。ごきげんよう。さようなら。